分かるとできる表現、広がりますね。例えばこの上に1枚重なってたりとかまだ頬あったりとかっていうのをここだけを書いていってる感じです。こんにちは。じゃあ今日もマイキーが来ました。前回こういう筆ペン紹介してくれました。かっこよくあの文字を書いてくれたので書けって言われたら雑木林の書き方のチャレンジをしてこれを元にして私のこうもう笑ってるでトニーがすごい10分しかなかったから火事があった後じゃない燃えてる最中にいるみたいなで日野江さんが書いてくれましたのはこんな感じ種類がいっぱいある方が大事と言われて、茂みとか細い木とかもっと太い木とか手前にある茂みも書いてくれたけどこういう線画の描き方は背景アーティストがいろいろ変えてくれる。もしマイキーは漫画アニメじゃなくて漫画としてこういうの渡されてどういう風に筆を使って表現するんですか？仮にこれ全部書くとしても筆を使うのは全部ではないですけど、この黒い影になってる部分とかこれ自体をどう表現するかにもよるんですけど、例えば僕は絶対黒くしてくれっていう指定があるんだったらこの辺で黒はあんまり使えないんであれですけど、僕を例えばグラデーションとか例えば暗めのトーンとかにするんだったら木を真っ黒にしても大丈夫なんですけど、今回は昼という設定になっているらしいので後ろは空色とか昼間的な明るいあんまりベタというか真っ黒にはしない方がいいかもなって感じですね。森が深ければ別に黒くてもいいんですけど、せいぜい葉っぱの下の部分が黒いとかこの木の葉っぱの部分だけは真っ黒でいくとかそういう感じじゃないですかね。じゃあ影が真っ黒でなって、その形葉っぱの形がすごい気になっています。葉っぱの形は基本的にペンでだいたいそれっぽく入れるみたいな感じですか、漫画でいうと。じゃあ今回はこの茂みこれだけの形はこれかそれともこれでも好きな茂みを選んで好きな茂みってなんか僕がなんか野生の動物になったみたいな感じになるけどどれにしますか？この辺を描けばいいかなって感じがしますけど、なんかすごい役に立ったコツのはダイヤの形初めて見てやっぱりこれは背景さんに渡す絵だと分かりやすい形だと思ってました、お願いします。いつの間にもう一つの漫画道具がこの伝説のテープですね。伝説のテープにしてはちょっと小汚いけどドラフティングテープっていう貼って剥がせるやつですね。素晴らしいもの作るかな。じゃあまずはライトボックスに置いてなぞるんですか？そうですね、大体 G ペンこれ丸ペンですね。丸ペンね。で葉っぱの形だけ意識してこれ紙のサイズというか書くサイズがでかいんで、少しだけそれを意識して書く感じですか。なんか原画で描いた形が、ほぼなんかダイヤの形になっていたけど、今はどういう風になんかどういう形目指して一応例えば、葉っぱがこうあってこうあったりとか、あとこの上に1枚重なってたりとかそういう、ここにも1枚下に1枚あってまだ頬あったりとかっていうのをここだけを描いていってる感じです。輪郭を重なっていることを考えながら輪郭をそれっぽく描いてる。じゃないと一枚一枚描くと変な形になっちゃうんでそんなに綺麗に一枚一枚見えないんで、一応その、全部ただ輪郭をずっと追っていってもあれなんで、塊がこう茂みの中にも塊があるので、これが手前だったらここは描いてこう書いててここだけ書いていかずにちゃんとここはここも書いてここも書いてみたいな中にあるのもそうっていう感じです。ちょうど下書きにもありますけどこういうとことかね。仕事だとどれくらい真っ白な状態で背景を描いて言われてますか？なんかこうやって形ある程度できたような背景を渡してもらうことは多いですか？基本下書きから全部自分でやるわけだから
そのまあたまにその分担で分けて急ぎでやるときは下書き書いて別の人がペン入れは別の人がやるって職場もありますけど、まあ基本自分で下書きからペン入れまでやるのでどの状態からでも僕はペンは入れられますけど、まあ一応ペン先は書きやすい方向があるのでずっとこの方向だけでは書いていくの大変なので場合によってこうやって紙を回しながらやる感じかな。直線あんまり入れないことに、そうですね、まあ、自然のこういうものは基本的に直線でできていることはないので、そうですね、まあ、この下の方はベタでやろうかなって感じですかね。この輪郭は別に描かないんだ。そこはもうベタでやろうかなっていう筆で。で外の輪郭は丸ペンで描いた理由は別のものから浮かすためですか？それも漫画を描く人の、センスとか好き嫌いによるんですけど、基本的にその背景ってキャラの向こうにあることが多いんで、キャラクターの線よりは細くしないといけないんで、まあ、丸ペンでやっといた方が一番いいかな。太いのを細くするのは難しいんで、細いのは太くできるけど。なるほど、確か。そして令和のペン。そう、令和のペンではないけどペンテルのペン。じゃあ令和の初めての茂み。どういうこと？この時代の初めはこんな感じで。でそんなに尖っている形目指してない？初めはね。ここからこう最初はある程度形。そう。こういう感じで。スーパーサイジンの紙に見えます。なんとも言えねえ。まあ一応元の葉っぱの形を少し考えながら、こういう本当にこういう筆を使うなら自然に曲がっている三角い形ができますね。そうですね。太く書くためになんかペンの角度とか書いてるんですか？一応上から押さえて書くようにはします。横から押さえるとこういう形になんかこういう形になっちゃうんで、なるべくこう理想としてはこういう形になるように押さえる。こうすれば、ここはどうせ黒で塗りつぶすんで、ここができないといけないですね。それができやすいように、まあそれはもう多分練習してたりすればやり方は多分覚えると思うんで自分で。で茂みの中にある影の筆で。そうですね。でまあこのサイズの茂みだとあんまやらないですけど、この中に木の枝がありますよっていうのも割るっていう表現もちゃんとできるので、ちょっと待ってね。ちょっと一旦乾くの待って、この影の中はベタ塗りでそうですね、黒くしてるんだけど少し透明になってるところがまあ印刷で、なるべくこういうのその、ムラがないようにはしますけど、よっぽど極端にない限りは大丈夫です。もしくはもう上からまたマジックで塗り直すとかすればいいかな。でホワイト、この前修正用なホワイト使って、ちょっとコピー用紙なんであれですけど、ここにホワイトの使い方また見せてくれました。コピー用紙はねちょっと削れちゃうんであれですけど、普通は丸ペンとか使ってやるんですけど、ちょっと紙が弱すぎたので、こういう感じで中にも枝がありますよっていうのを表現できる。じゃあ枝の白いところを最後にやったら、気にせずベタ塗り。そうですね、それをちゃんと頭の中で考えてやってればですけど、でこの後に少し枝太かったなと思ったら調整してしまえばいいので。なんか生で見るとどこがホワイトだって見えるんだけど、やっぱりスキャンしたら真っ白になりますね。この辺は別に黒描かなくてもいいです。上もう下ともうこれってコントラストをはっきりさせる方がいいと思うので、これぐらいかな。これ筆ペンでやりましたけど、例えば黒の形がちょっとやりすぎたなとかなると、この G ペンの方で白つけて調整したりとか、この辺とかに出にくいかな。逆にね。
つけてみた黒を削るっていうか、そうそうだいぶ原画の台や形から変わりましたね。自然にある、現実にある葉っぱをなんか意識しながら描くと、こういう自然な輪郭になりますね。あとその筆の角度というか、プレッシャーでどういう風に形が変わるとか、こういう形に目指してますね。はい、それをまず意識して、この原画だと、これだったらそのまま形を使うんですか？まあそのままでもいいし、別にこの形じゃないと絶対にダメっていう指示じゃなければ自分なりに解釈してやってもいいかなと思いますけど、まあでも基本的にはこういうダイヤに近い形とか、あと雫みたいなさっきの描いたこういうね、こういう形を意識してやれればいいかなと思います。G ペンの使い方だけじゃなくて筆ペンの使い方とか、あとマジックの末期の使い方も分かるとできる表現広がりますね。ありがとうございます。登録ぜひ登録してください。他の動画もいっぱいありますね。